今日も始まりました札幌レズビアンラジオレズラジのお時間です。ミキとひとみでお届けします。札幌レズビアンラジオレズラジはミキとひとみによるポッドキャスト配信によるラジオ番組です。番組は毎週月曜日の夜8時に配信します。主に札幌のこと、私たちレズビアンの日常についてゆるく話していきます。少しでも一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。で、早速なんですけども、今日も新年、迎えまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。早いね。この間ね、クリスマスだったのに。そうですよ。新年ですって。ね、2021年になりましたけども、今日はね、今年新年明けて、今年の抱負についてお話ししていきたいと思います。はい。いやー、そうですね。ただミキさん聞いてください。何ですかね。今年の抱負ですね。もう今年の抱負、これ、言っちゃっていいですか？今？違いますね。間違えちゃいました。間違えちゃいました。ちょっと番組の流れ。申し訳ないですね。だんだんね、年を取ってきてね、脳みそがあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。そうね。ここでですね、最近の私のマイブーム、始めたいと思います。ズバリ粘土です。粘土です。粘土始めたんです、私。粘土始める？粘土始めたんですよ。いや、前からやってみたかったんです、粘土。何粘土？積層粘土っていうなんだろう、いわゆる石を砕いた粉で作った粘土なので、すごい軽い粘土なんですよね。で、乾いたらしっかりとこう強度が増して、で色とかも塗れるやつなんですけれど、それってなんか突然アクセサリーとか作り始めちゃったんですよ。そういうことができるの？そうなんです。でもなんかアクセサリーとか以外にもなんて置物とかも作れる。例えが置物も作れます。置物か。そうなんです。何それ粘土どうする？固めて。そうですね。焼くの？いや、乾かすだけなんですよ。だからめっちゃ簡単なんですよね。なんか粘土をちょっとちぎって、こねて型抜きみたいなやつで抜いたり、自分でなんか形作ったりとかして、それで数日間ちょっと乾かして、なんか色塗ったりニス塗ったり。そういうのなんだ。そう、パーツをつけたりして、いや、私アクセサリー作家になっちゃうかもしれない。それはすごいいいんじゃない？ちょっと気になるんだけども、ひとみさんちって今どんな感じになってんの？この間さ、ということで粘土部屋があるのかって話ですか？そう粘土部屋はないんですけど、なんでしょう、リビングでやってます。こねてんの？リビングでこねて、型抜いてやってますね。作品はもうあるんですか？いや、それがですね、今乾かしてる。何？いや、まだなんですよ。まだまだなんですけれど、でももうやる気満々なんですよ。それ何？乾かすのすごい時間かかる？なんかね、本には3日間ぐらいって書いてた。そうなんだ。そうなの。乾かして色塗るの？色塗って、でまた乾かして、でまたニス塗って乾かしてっていうので、多分1個の作品ができるまでは結構日数がかかっちゃうっぽいですけれど、なんだろうね、新しいことを始めることが楽しくて、ちなみに今何を作ってる？今ね、ピアスとヘアピンを作りたい。なんか作りたい。作りたいってどういうこと？作ってるじゃなくて？作ってるんですけど、なんか作りたい欲がすごいたくさんあって、もういろいろアイディア出してって自分のネタ帳に書いてるの？そう。でもいいね、それ。書いて、
なんかやっぱ去年あたりから、去年ねコロナで園芸にハマったっていう話をはいはいはい。先日したと思うんですが、うん新しいことをうんちょっと始めることが楽しくて、いいね、なんか、うん創作的なものってね、いいよね。そうなんですよね、うんなんか家でできることとかうん考えちゃってて、うんでもこれもやっぱり結局コロナだからなんでしょうかねコロナのせいなのかもしれないですね。まあでもいいんじゃない、そういうのきっかけじゃないとやらなかったってことは、まあそのね、それもそれ一つでね。そうですね、うんうん、いやぜひアクセサリー完成させて、ちょっと、見せてくださいよ。完成したらね、なんかいろいろそう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 、売りさばきたいと思いますいや全然ビジネスにしてもらっていいと思います。金に変えたいと思います、ちょっとねクオリティを確認して、そうですね、まずはそうですね、よろしくお願いします。一回つけたらね壊れちゃうとかね、ダメですよね。そうそうそう。はい、ありがとうございます。そしてなんですけど、今日は蘇園にイオンがあるんですけど、そこで今日4日新年明けてってとこなんですけど、おにぎりのアリンコのおにぎりを用意しました。やっぱり新年といえばおにぎりですよね。そうですよね。おにぎりといえばアリンコです。アリンコですね。それはもうね有名ですよね。ですごい昆布でしょ。はいはい。これなんだっけな。鮭。ベタなやつ買ってきたと思う。そうですね。ベタで。これチーズおかか。チーズおかかが一番こう有名っていうかメジャーですよね。そうですね。今日のご飯というか、いつもおやつなんですけど、今回はおにぎりでいきたいと思います。いいと思います。でね、アリンコってあれは札幌だけだ。多分札幌だけだよね。ね、結構おにぎり屋さんっていろいろあるけど、古くからあるイメージ。そうなんですよ。なんか私先日ちょっと諸事情により、違う地域のおにぎり屋さんの情報を探してたんですよ。どういうこと？おむすびゴンベイさん。あるね、あるね。知ってますか？知ってる。北海道にあります？ないんですよ。あ、そっか。私おむすびゴンベイさんにちょっとどうしても行きたくて、久しぶりに聞いた。ちょっと情報調べたらなくて、北海道にヨーロッパとかにあるのに北海道にない。やっぱり北海道はアリンコさんがね有名だからゴンベイないんだってちょっとがっかりしたとこだったとこにこのアリンコですから、やっぱりアリンコ強いってそうね思いました。どっちかっていうと北海道でメジャーなのってサザエとかなんだと思うんだよね。そうか。なんかサザエっておはぎなイメージ強くないです？そう。どっちかっていうとね、なんか丸いおにぎりとかって斬新とか思いながら、五目とかありますよね。丸いおにぎり、エビ天とか大好きですよ。ね、やっぱ美味しいよね。美味しいですよね。そうだから道民からするとサザエなのかもしれない。そうか。アリンコって店舗がねこう限られたところにあるから、確かになんかサザエの方がいろんなところにありますよね。いやだから買ってくる時も迷ったんだよね。だけどなんかせっかく新年だから、そうですね、アリンコでいきましょう。そう三角形のねアリンコちゃんを食べて、この番組を楽しく進めようと思います。そしたらですね、メインテーマの方に移りたいと思います。まずはお待ちかねの質問コーナーのお時間でございます。ひとみさん大丈夫ですか？準備。コーナーですよ。いきますよ。レズビアンっぽい人に誰々さんってレズビアンなの？と聞くのはやめておいた方がいいでしょうか？その人はネットもっていうのかな、で通話したネットもで通話で話したことある程度で実際に会ったことはありませんし顔を見たこともありません。
つながったのは1年以上前ですが、話すようになったのは9ヶ月前くらいです。その人が LGBT のことについてツイートしたことをきっかけに、僕は LGBT という言葉を知っていろいろと興味が湧いてきました。そこで LGBT についていろいろ聞きたいと思ったのですが、やめておいた方がいいですよね、という質問。僕ということなので、うん質問者の方は男性で、うんでこのネットモさんは女性っていうこと多分ですよね。うんいやどうなのかな。リアルで会ってないってことだもんね。ネットもって言うんだ。ネットもずっともみたいなやつですよね。ああ、そうなんだ。ね、へえ。いやなんかもし聞くとしても、レズビアンっていう言葉をなんか直接出さない方がなんとなく穏便に進むのかな。なんかレズビアンという言葉が悪いという意味ではなく、結構やっぱりレズビアンっていう言葉って一人歩きしてるというか、なんて言ったらいいの、わかんない。自然な言葉じゃなくないです？今の日本の現状で、こんなレズビアンラジオとかやってる私たちが言うのもなんなんですが、いやまた会ったことがない方だし、聞くとしても女性が好きなのとか聞く。ダメです。わかんない。じゃあもうなんかね、レズビアンっぽい人ってどの辺がなってくださいね。レズビアンっぽい人、ネットもで通話したことがある程度。きっとこの女性のツイート内容がレズビアンっぽいっていうことですよね。例えばね、ひとみさんのじゃあね、ツイートでレズビアンっぽいツイートってある？なんかなんかね、難しいなと思って。彼女のお尻がとかそういうあれかな、例えばアイドルとか、なんか女性アイドルのことがとか、例えば新垣結衣ちゃんとか、そういう可愛い系とかを例えばなんかフォローするとか、なんかコメントするとかなのかな。いやでもなんかその程度だったらば、もうすっごい大人数いるじゃないですか。たくさんいると思うから、どういうやつなんでしょうね、レズビアンっぽいツイートって。わかんない。でも全然そうじゃないかったら結構なんかってなるよね。私はなんかその女性がレズビアンだと仮定しての質問だとしたらって考えちゃったんですけど、その人が全然レズビアンじゃなかったとしたら、はあですよね。そうってなるよね。そうかなっていう。そうですね。ただこの僕は LGBT に悪い印象、悪いっていうか良くないイメージはないってことですよね。むしろいろいろ知りたいんですよね。ということはですよ、聞き方に対して、もうちょっと悩んでるからこういうふうに質問をしてきてくれてるわけですよね。なんかさ、レズビアンなのって聞くのはちょっと置いといた方がいいような気がしてて、なんか LGBT のことに詳しいんですかぐらいの方がさ。なるほど。なんかそれですね。レズビアンのことについてじゃないもんね。なんか多分そうですよね。なんか LGBT のツイート結構あるから詳しいのかなと思ってみたいな感じの方がいいのかなって。別にそうですね。やっぱレズビアンってなんかね、ボンって聞いちゃうのはちょっと私もちょっと待てよって。だってさ、例えば会社でもいいしさ、全然知らないフォローされてる人に言われたら、レズビアンだったとしてもおおって思いますよね。なんでみたいな、なぜこのタイミングで言ったみたいな思わない？思う。やっぱやめた方がいい。やめた方がいいよ。やめた方がいいよ。
やめてください。はい、やめといた方がいいということになりましたそうですね。ね。はい、はいありがとうございます。このようなですね、素朴な疑問質問ありましたら、いつでも、お願いします。はい。はい。そして、テーマ2つ目です。いよいよ来ました。いよいよ来ました。今年の抱負。これですよ。私が言いたかったことは。言いたかった。ちょっと、はい先ほどね、最初の方にちょっと滑っちゃいましたけれども、今年の抱負。抱負。ん。どうですか。今年の抱負はですね、なんかこれ昨年からちょっと思い始めてることなんですけれど、楽しさだけを追求して生きていきたい。かっこいい。かっこよくないですね。40超えてですね、だんだんと、もうそんなに頑張らなくていいんじゃないのかなというか、いや頑張ることが悪いっていうわけじゃなく、嫌なことをしなくていいんじゃないのかな。やりたくないことをいやいややらなくていいんじゃないのかなって思ってて、それもまたコロナで思ったんですよ。でもそれはそうだよね。なんか今までやることが普通だったことがやらなくてもいいみたいな世界が見えてくると、そういうのもあるよね。そう、私もコロナの時に結構出勤日数がかなり減って、ちょっとここだけの話、会社的にも結構やばくなり、ちょっと一時期お給料も悲惨な感じになったんですよ。かなり悲惨な感じになったんですよ。ただ、体がすごく楽になって、何せ会社に行かなくていいわけだから、考えました。お給料は少ないけれど、今ってもしかして楽なのかもって思っちゃって、でこれで生きていけるんだったらこの先もこれでいいのではって一瞬思って、いやさすがにそういうわけにはならず、今はねちょっと徐々にも戻ったんですけれども、なんか同じような考え方で、なんか好きなことをして、まあある程度幸せに生きていければ、もう私の人生万々歳なんじゃないかなと。いや、いいと思います。思ったんで、一番さいいのは本当に自分が好きな人と仕事をして、お給料もあってとかがね、本当は理想的だよね。そうですね。そうなんですよね。だから皆さんね、環境によって多分そういうわけにもいかねえよっていう人もね、いるとは思うんですけれど、本当にいかないですかって悟りを開いてもっと楽な方法あるんじゃないですかって人それぞれだからいいんですが、私は今年も楽しいことをなるべく楽しいことだけをして、穏やかに生きていきたいかなって思っての年度作りですよ。なるほど、そこにつながっていくんですね。そこにつながっていくんですよ。なるほど、好きなことをして、まあある程度お金がいやでもね、そこは生活する上で土台になるからね。そんなにバカみたいに稼がなくてもういいから、楽しい選択、楽しい道を私は選んでいきたいなって。なるほどね。去年から引き続き思ってます。私もね、なんかコロナがあってよかったなっていう方なんだよね。で、どっちかっていうとやっぱり仕事も減ったというか、どっちかっていうとお客さんと会う仕事の営業だからなんだけども、移動時間がなくなったのよまず。今まで例えば北海道の例えば北見に行くとか、ね、函館はないけどもなんか上の方行くとかいろいろあった時に、やっぱ冬場とか移動時間って結構拘束されちゃうから、それがなくなったのって結構大きくて、
その代わりなんかオンラインとかうんリモートでやるっていうことで、結構ね体がうんうん楽になっうんたっていうのはすごい体が楽になったっていうのは大きいですよね。大きい。でお客様側も理解してくれてるからそれも、うんでやっぱりそっちの方が今としてはいいねっていう結果になってるからよかったなって思うと、でそうすると自分の時間が前より増えたかうら、んで私本読むの読書好きだからいろいろ読んでるんだけど、今年1年間は今年じゃない去年ね、去年1年間はいわゆるその自分の資産を増やすような株式投資とか、積み立て投資とかの商品とか全部ガーって読んだの。はあすごい。で日本のデータだけでは足りないから、海外の英語のニュースとか読むようになったの。多分余裕な時間がすごいできたから、そういうことできたんだと思う。それはありますよね。でもそう余裕ができたっていうのはね、だからそういうのでこう自分の知識がある程度上がったから、すごい今年去年ごめんなさい1年間はすごいそういう意味では良かった。なんか私も本当にコロナはひどいかったんですけど、良かった部分っていうのもあるなって思いますね。なんか自分の人生をもう一回こう、振り返って見つめ直すみたいなのが、その余裕ができたのと、なんか本当に自分の優先順位っていうか、自分の中でも好きなこととか考え直せられたかなって。そうだね、思いましたね。なんか私、今の仕事は好きなんですよ、結局のところ、もう今も割とね結構大変なんですけど、うちの業界、私のしてる仕事の業界は大変なんですけど、でもなんかたとえお給料この先もちょっと減っても、でもなんかやっぱり今の仕事この業界好きだから、なんか同じ仕事を続けたいなって改めて思ったかな。そういうことを考えられた。ね、ひとみちゃんみたいに今のお仕事継続して頑張ろうっていう人もいれば、なんかやっぱりこの先を考えて、新たにさこういうことをやってみようっていう人もいると思うし、そうですよね。なんか逆に見直したことによって、私はなんか今のこの例えばお仕事だったら、仕事に別に縛られる必要はないなって見直す人もいるだろうから、その余裕っていうのだけは、あってよかったかなって思うんですけど、ミキさん、私ちょっと気づいてしまったんですけど、音楽これクリスマスミュージックじゃないですか。さっきからね気づいて、いつどこで突っ込もうかなって思ったんですけど、もう遅いですね。ちょっとね、今年もクリスマスはやってきます。そういうイベントね。そうですね。いい音楽じゃないです。私クリスマスミュージックって大好きです。好きだよ。だから今年の冬もまた聴けるので楽しみです。まだ1月もさ冬だからさ。そうですよね。正月だから赤と白で同じですよ。だって今年さ、サンタさん本当に25日じゃ動けるかって言ったら分かんないもんね。分かんないですよね。今年じゃないです。去年。これ来年。来年ですよ。もう何言ってるか分かんなくなってきましたよ。混乱してくんね。そうなんです。収録がね。はい。12月。言っちゃいましたね。撮ってるからね。はい。仕方ない。申し訳ございません。すいません。ただ次は1月新年明けてからですよね。そうですよ。振袖着てきますか？着ないですか？着ないんですか、みきさん。着るの？私去年の1月にちょっとおふざけで振袖引っ張り出してみて着たんですよ。それは着付けできんの？いや、ネットで調べて。すごいね。正しくはうちの彼女が着せてくれたってやつなんですけど、それはちょっと悲惨な感じになりましたね。やっぱり振袖の柄とか色味っていうのは
20歳の顔に合わされていやそうだよ作られてるわけですよ、うんうん、似合うわけがないんですよね、だって浴衣とかもそうじゃん。そう本当に実感しました、ね、じゃあ何バカ殿様的な感じになったの？そんな感じにもなりかけた。いや本当になんか首から上だけがもう疲れ切ってるような感じになっていや面白いですね。1月、ちょっとまた着るってこと？次着てきますか？いや着てもいいけど、いやなんかここまで来るのが恥ずかしいからやめます。多分私喋れないよ。そうですよね。なんか、腹筋すごい鍛えられると思うけど。そうですよね。隣にね、振り袖の始終がいるんですもんね。そうやめときますよ、ミキさんのために。なんかショック死そうですよ。そこまでですか。やめますよ。冬場はさ、心筋梗塞とか多いからやめて。いやでも寒いとね、うん、そういうことも起きかねないですよね。そうやめてください。わかります。やめましょう。はい。じゃあ普通に、そうですね。普通な服できます。はい。正月らしい服で。年明けたらね、ちょっと外でね収録しようかとかね。そうですよ。ロケですよ。考えてたからね。そのまた10日？10日どうなんだろうね。なんか外でね。そうですね。撮れたらいいですね。寒いです。外？外でやる？屋外？寒いですよね。寒いね。中に入りますか？そうですね。中でやりましょう。じゃあ。でも私ラジオですっごい憧れてるやつあって、スキー場でリフトに乗ってる時に聞こえるラジオ好き。ちょっと面白いですね。聞いてくれますかね、私たちのラジオのスキーヤーたちが。ね、なんかああいうの好きだよ。いいですね。良くないですか？ね、そういうのできたら面白いね。でもやっぱり皆さんにじゃあね、スキーヤーたちにも聞いてもらうためには、屋外でちょっと練習してみましょう。まあでも外でね、正月らしいところにめっちゃ回路いっぱい貼っていきますから。そうしましょうか。ちょっとじゃあ次回なのかその次なのか、そうですね、ちょっと外で収録することもチャレンジしてみたいと思います。はい。こんな感じで。こんな感じですかね。いやでね、ちょっと新年明けて考えてるのは、こうみんながレズがどんな仕事してるかってすごいいいテーマだと思います。聞いてみたいよね。まあひとみさんもそうだし、私もそうなんだけど、そうですね。なんかね、そういう人たちがどういうお仕事を選んで頑張ってるのかとかね、そうですね。はなんかこう入れていけたら楽しいかなと思ってるので、そうですね。なんか私こんな仕事してますみたいなお便りとか、そうね、欲しいです。欲しいよね。そうするとなんか全然このラジオ聞いてくださる方たちが、そういう仕事もあるんだとか、いろいろもっとお話聞きたいなとかっていうことがあると、みんなでこう交流できたりすると思うので、そうですね。なんかそういうご意見とかもお待ちしておりますね。はい。1月って月曜日あれ？11か。そうですね。なんか10日って言っちゃったかもしれないね。なんか言ってました。さっきなんだろうなって思い前のめりだったね。ちょっとごめんなさい。はい。それではですね、ひとみさんそろそろお時間になってまいりましたので、告知の方お願いいたします。札幌レズビアンラジオレズラジでは皆様のお便りをお待ちしております。番組へのご質問やこんなテーマを取り上げてほしいなどのご意見をどしどしお寄せください。詳しい方法についてはツイッターをご覧ください。番組へのフォロー、いいねボタンもよろしくお願いいたします。はい。それでは、次回1月11日夜8時にお会いしましょう。皆さん良い1週間を。せーの、レズラジー。